もし預けられた子供が次々に姿を消していく孤児院があったとしたら、1896年3月、イギリスグロスターシャー州の小さな町チェルトン。それではよろしくお願いします。そう言って深々と頭を下げたのは25歳のバーテンダーエベリーナ・マーモン。エベリーナの目の前の高齢女性の腕には2ヶ月前に生まれたばかりの彼女の娘が抱かれていました。実のところエベリーナは未婚の母。自分一人で娘を育てていく余裕がなく、新聞広告で養子縁組を募集していたその女性に娘を預けることに。うちは主人も私も子供が大好きなんだけど、自分の子には恵まれなくて、可愛い子が来てくれて本当に嬉しいわ。この人なら大丈夫そう。娘を愛おしそうに眺める高齢女性の姿にほっと胸をなで下ろしたエベリーナ。彼女は生活が落ち着いたら女性のところに娘を引き取りに行くつもりでいました。しかしエベリーナのその願いが叶えられることはありません。なぜなら今目の前で娘を抱いているその女性は乳児400人を殺害したシリアルキラーだったから。乳児400人を殺害した連続殺人鬼。彼女はなぜそれだけの数の子供を闇に葬ったのか。19世紀イギリスに蔓延していた恵まれない母子にまつわる悪臭とは。おざっす。ついに宇多田ヒカルのファーストラブのメロディーの部分弾けるようになりました。ピアノで。ケンちゃんです。食欲の秋、ヤミコの秋です。はい。というわけでね、ピアノの冬に向けてね、頑張ってるんですけど、まずメロディーと伴奏で右手と左手で弾き分けるっていうのがもうむずすぎて。むずすぎるわよね、あれね。ピアノをね、どうやったら上手くなるのかとか、なんか教えてくれる人とか、教室とかおすすめあればね、ぜひってところなんですけど。確かに右と左で違うことやる。楽器って基本そうか。脳みそ的にはいいらしいです。いつかピアノチャンネルに変わるんで、このチャンネル。はい。やった。本日ご紹介するのは19世紀イギリスのシリアルキラー、アメリア・ダイアーについて。彼女は生涯で400人を殺害し、史上最多の殺人を犯した人物ともされているんです。女性一人で400人って現実的にはありえない数字じゃない？もうね、テロだよ。想像を絶する相当ひどいことしたんじゃないの、この人。それがある意味ね、この犯行は女性だからこそできたんじゃないかとも言われているんです。彼女は一体どうやって400人もの人物を殺めていったんでしょうか。この犯行の全貌は川に浮かんでいたある小包から明らかになっていくんです。ずぶ濡れの小包。1896年3月30日、イギリスバークシャー州レディン。当時交通の要とされていたテムズ川はその日も輸送船の往来で賑わっていました。そんな中、川を漕ぎ進んでいた一人の船頭。彼はある地点に差し掛かった時、小包が一つ川に浮かんでいることに気がつきます。誰か積み荷を落としたか。船頭はそうつぶやくと船を止め、ずぶ濡れになったその小包をそっと拾い上げました。重いな。小包の予想外の重量に眉を潜めた船頭。次の瞬間、彼は思わずそれを放り出してしまいます。うわー！再び川に落ちたその小包を青ざめた顔で見つめていた船頭。それもそのはず、その小包からは子供の足が飛び出していたんです。すぎー。何？犯人子供殺して川に捨ててたってことよね、これね。そうなんですよ。そしてね、警察はね、特定された犯人の正体に驚愕することになるんです。たく、ひどいことしやがる。川から引き上げられた乳児の遺体に大きくため息を漏らした警察。遺体の首元にぐるぐると巻かれた白いテープから乳児は考察された後、川へ遺棄されたと考えられました。そして実のところ、犯人はこの遺体にしっかりと身元特定のヒントを残していたんです。そのヒントとは、乳児の遺体を包んでいた包装紙。水に濡れて滲んではいるものの、そこにはしっかりとこう記されていました。ピゴッツロード26番地、トーマス夫人。そう、それは紛れもなく乳児を殺害した犯人、アメリア・ダイヤーの住所。トーマスというのは彼女の亡くなった夫の名前。アメリアはすでにその住所から引っ越してはいたものの、隣人への聞き込みで新しい住所はすぐに判明。そして警察が彼女の自宅を家宅捜索すると、ひどい匂いだ。そこに広がっていたのは鼻のつく腐敗臭。他に遺体があったわけではありませんが、その代わりに山積みになったベビー服や乳児の遺体に巻かれていたのと同じ白いテープが。さらに警察の目を引いたのは、養子縁組を求める新聞広告や広告掲載料の領収書。膨大な数のそれらはアメリアがこれまで400人以上の乳児を殺害したシリアルキラーであることを暗に物語っていたんです。マジでやばいわね。もう子供殺すために養子縁組わざわざ募集して、それで結果400人でしょ。なんでわざわざそんなことするのよ。400人も養子縁組できるってのにまず驚きですよね。アメリアがこの手法でね、乳児を殺害していたことには、当時のイギリスの社会事情が関係していたんです。時代が作った殺人鬼。
これからどうしていけば。1869年、当時32歳だったアメリアは突如突きつけられた現実に頭を抱えていました。娘を出産して間もないアメリアは育児のため約8年勤めた看護師の仕事を辞めたばかり。そんな矢先に夫のジョージが亡くなり、たちまち生活が立ち行かなくなってしまったんです。アメリアは幼少期に母を病気で亡くしており、父親も彼女がまだ22歳の頃に死亡。以降、夫ジョージだけを頼りに生きてきた彼女には実家へ戻る選択肢も残されていませんでした。この先暮らしていくためにはあの方法しかないのかもしれない。追い詰められたアメリアの脳裏に浮かんだのは、以前同じ病院で働いていた助産師から聞いたベビーファーミングというビジネスでした。ベビーファーミング、養子縁組と何か関係あるビジネスなの？その通りなんです。19世紀後半のイギリスでは養子縁組を使ったビジネスが盛んに行われていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、ベビーファーミングについて。ベビーファーミングとは、訳あって子供を育てられない親から子供を引き取り、子育ての代行で金銭を受け取るビジネス。19世紀後半のイギリスで流行したもの。ベビーファーミングの流行は1834年に制定された貧民法改正法がきっかけ。この法案により、生まれた子供の母親と婚姻関係がない場合、その父親は養育費を払う義務がなくなりました。結果、未婚の母となった女性が路頭に迷ってしまい、育児の代行が求められるようになったんです。アメリアは育児と仕事を両立させるため、自宅を職場にできるベビーファーミングを始めました。彼女は新聞広告で養子縁組を募集し、未婚の母となった女性の子供を次々と預かっていったんです。そしてしばらくすると、アメリアの自宅の近隣住民はこんな噂をするように。アメリアさん、やっぱり元看護師だけあって子育ても上手なんですね。孤児院みたいなことしてるのにいつも静かで感心させられますよ。住民からかけられるそんな言葉に頬を緩めて会釈をするアメリア。そう、彼女が預かった子供は皆おとなしく、近隣に住んでいても泣き声さえ聞こえないほどだったんです。預かった子供が泣き声さえ上げないんですよ。アメリアが殺してたからじゃないのそれって。しかもそうなったとしたら預けた母親側も気づきそうなもんだけどね。実はそのことについても当時の風潮のせいで何も言えない母親が多かったんです。あの子は無事に育ってるのね。よかった。自宅に届いた手紙を開き、安堵の表情を浮かべた女性。そう、彼女はアメリアに子供を預けた未婚の母でした。アメリアに子供を預けて以来、女性の家には定期的に子供の様子を報告する手紙が届いており、女性もすっかり安心していたんです。しかし、そうやって女性がアメリアからの知らせを心待ちにしていたある日のこと。そんな、あの子が。その日送られてきたアメリアの手紙に、その場に凍りついた女性。手紙の内容は女性の子供の死を知らせるもの。封筒にはその子の死亡診断書が同封されていました。でもこれも仕方のないことなのよね。だってあの子は生まれてきちゃダメな子だったんだもの。生まれてきちゃダメなんてさ、そんなわけないじゃないのよ。何を言ってるのこの人。自分で育てられないことは残念なことかもしれないけどさ、そこまで言うことではなくない？実はね、当時の離婚の母の多くはね、この女性と同じように考えていた人が多かったんです。なんで？皆さんは先ほどメトラキーワードの中で貧民法改正法という法律が出てきたことを覚えているでしょうか。婚姻関係のない女性が子供を産んだ場合、父親はその養育費を支払う義務がない。現代なら無責任とも取れるそんな法律がなぜ存在したのか。それは当時のイギリスで未婚の母となった女性は節操がないと社会的に軽蔑されていたため、貧民法改正法はそんな未婚の母を減らすために作られた法律でもあったんです。そんな社会の風潮もあり、アメリアに子供を預けた女性たちは、たとえ子供が不審な死を遂げたとしても後ろめたさから警察には届けられずにいました。婚外子がいると周囲に知られることは当時の女性としては何よりの恥だったんです。アメリアはそんな社会の風潮を利用し、預かった子供を徐々に弱らせていき殺していきました。通常子供はお腹が空けば泣くものですが、アメリアは違法薬物を飲ませ、意識を朦朧とさせることで黙らせるんです。孤児院みたいなことしてるのにいつも静かで感心させられますよ。近隣住民からそうした評判を得ていたのは、子供を無理やりおとなしくさせるその手法のためでした。そうやって弱らせた後は食事も与えずに放置、餓死したタイミングで医師を呼び、死亡診断書をもらって子供の母親に送るんです。こうしてアメリアは預かった子供の養育にほとんどお金を使わず、依頼金を丸々受け取って自分たち家族の生計を成り立たせていました。そして実は19世紀後半の40年間で同じ手法のビジネスで逮捕された人物はアメリアの他に6人もいるんです。それらの事件も全て未婚の母の立場の弱さが招いたものでした。別に生まれた場所とか国籍とか、何があってもそれによって命の優劣がつくなってことありえないじゃない、そういうことやってるじゃない、これ。まあなんかそういった価値観をね、疑わない時代があったっていうのは本当恐ろしいですよね。ところでね、ここまでアメリアを見ているとね、彼女はちゃんと母親に死亡診断書をね、送っているんですよ。でも最初のシーンでは川にね、遺体を遺棄して隠蔽しようとしていたんです。というわけでね、途中からね、手口を変えてるんですけど、一体なんでなんでしょうか。後戻りできない女。
それはアメリアがベビーファーミングを始めて10年後の1879年のこと。アメリアさん、いらっしゃいますか？突然、アメリアの自宅を訪ねてきた男性。女性ばかりを相手に仕事をしていた彼女にとっては、珍しいその客に、アメリアは怪訝に思いながらも玄関へ向かいます。そして、はい、どちら様？玄関ドアを開けると同時に言葉を失ったアメリア。そこに立っていた男性は淡々とこう言い放ちました。アメリア・ダイヤー。お前を逮捕する。そう、この日彼女を訪ねてきたのは警察。10年にわたり預かった乳児を殺害してきたアメリアはこの時ついに逮捕されることに。彼女の罪は当時乳児の死亡率が高かったこともあり長らく見逃されていました。しかしそんな当時の時代背景があったとしても、アメリアが医師に死亡診断書の発行を求める回数はあまりにも多すぎたんです。ただこの時結局殺人の証明はされておらず、アメリアが問われた罪は育児放棄の罪、6ヶ月の重労働という非常に軽い刑だけで彼女は釈放されてしまうんです。そしてこの逮捕をきっかけにアメリアは次なる犯行手口に考え至ります。死亡診断書を書かせて怪しまれるなら書かせなきゃいいのよ。1896年4月、グロスターシャー州チェルトナムの民家で一通の手紙を大事そうに眺めていたその女性はエベリーナ・マーモン。早くあの子を迎えに行かなくちゃ。そう、未婚の母となったエベリーナはつい数週間前に子供を養子縁組に出したところだった。手紙は引き取り手の女性から送られてきたもの。子供は新しい環境にも慣れて順調に過ごしています。手紙のその言葉を糧にエベリーナは気を引き締め直すと出勤の準備を整え始める。未婚の母が軽蔑されるその時代においても彼女は独り身で生活を安定させ、いつか子供を迎えに行く日を夢見て必死に働いていた。しかしエベリーナさん、警察です。少しお話よろしいでしょうか？唐突に自宅へやってきた警官。エベリーナは一切身に覚えがなかったが、何か胸騒ぎを覚えながら玄関へ顔を覗かせた。次の瞬間、警察はあまりにも残酷な一言を彼女に告げる。先日あなたのお子さんの遺体がテムズ川で発見されました。以前は預かった子供を薬物で徐々に弱らせ時間をかけて餓死させていたアメリア。その方法は自然死に見せかけるため、医師に死亡診断書を書かせるためのものでした。しかし死亡診断書の発行頻度が多すぎたためにアメリアは一度逮捕されることに。そのため釈放後の彼女は子供の遺体を川へ捨て、亡くなった事実すらも隠蔽するようになったんです。もはや自然死に見せかける必要もなく、アメリアは預かったその日に子供を殺害するようになっていました。一度逮捕されて悔い改めるどころか、どうやってバレないようにしろっていう方に考えが向いちゃう。ろくでもない女よこいつ。腹立ってくる聞いてて。もうね、数百人殺してるからね、感覚もね、まひっちゃってるかもしれないですよね。アメリアはですね、犯行手口を変えただけではなく、普段から警察にね、怪しまれないように振る舞っていたんです。一度逮捕された後、アメリアは看護師の仕事に復帰しようと就職活動をしたり、精神面のケアのため自分から精神科病院へ入院したりなどの行動を見せていました。それらの行動は全て警察の目を欺くカモフラージュのため。裏では変わらずベビーファーミングを行い、預かった子供を次々と手にかけていたんです。テムズ川で遺体が発見された後、この川の捜査を進めた警察は同じ月のうちに5体の遺体を発見。さらにアメリアの自宅で発見された領収書などから、彼女はこの数ヶ月で20人の子供を預かっていたことが明らかに。これらの事実からアメリアはベビーファーミングを行っていた27年間で400人以上の子供を殺害していると推測されたんです。こうして迎えた1896年5月22日、アメリアはわずか数分の審問で死刑判決となるんです。ただ一つ、彼女に人の心が残っていたとすれば、それは自身の娘への思い。アメリアと一緒に暮らしていた娘夫婦は数十年に及んだ彼女の犯行を当然知っていたはず。しかしアメリアは死刑執行のその日まで一貫してこう主張し続けたんです。娘のメアリーもその夫のアルフレッドも、私がこのような邪悪なことを企んでいたことは一切知りません。アメリアがベビーファーミングを始めたきっかけは、シングルマザーとなった自分が娘を守りながら生きていくため、独り身の女性が生きづらかったこの時代のこと。もしかすると彼女も最初はやむを得ず犯行に手を染めたのかもしれません。ただそれが娘を思っての行動だとすれば、なぜ泣く泣く子供を手放した母親たちにその思いやりを向けられなかったのでしょうか。